今日は先日受験してきました知識検定についてお話ししたいと思います。知識検定という検定がありまして、試験範囲は森羅万象ということで試験範囲がない検定となっております。今回受験したのは2級なんですが、80分で250問の問題を解きます。1問あたりだいたい20秒くらいです。全体の250問中の7割175問取れていることと、あとジャンルが10個に分かれていまして、それぞれのジャンルで 40% 以上取れていることが合格ラインとなっております。その10個のジャンルというのがこちらです。言葉、地理歴史、政治経済、社会、国際、自然科学、生活、スポーツ、芸術、カルチャーとなっております。実際に問題を解いてみまして、選挙の話だったり若者言葉だったり、本当に幅広い問題が出ていてとても面白かったです。今回の合否に関わらず、また次回も受験したいなと思っております。合格発表は4月頃あるみたいなので、その頃にまた動画を作ってみたいなと思っております。今回はですね、僕がこの知識検定の10のジャンルになぞらえて問題を作ってみましたので、皆さん解いてみてください。それぞれのジャンルから1問ずつ出題しております。制限時間は1問あたり15秒でやってみましょう。それではスタート。問題。少年が不良になることをグレると言いますが、この言葉の元になったものは何でしょう。2番、アンティグア・バーブーダに実際に存在する山はどれ。3番、幼稚園を管轄しているのは文部科学省ですが、保育園を管轄しているのはどこでしょう。4番、次の中で最も高い山はどれ。5番、国境を越えて世界遺産を守っている国際機関の名前は何。6番、バッハ、ベートーベン、チャイコフスキーなどのクレーターがある惑星はどこ。7番、ボーリングで最も重いボールは何ポンド。8番、ピストと呼ばれる台の上で行われる競技は何。9番、お手手つないで野道を行けばで始まる童謡は何。10番、漫画呪術廻戦の作者は誰。はい、試験終了です。お疲れ様でした。2級はですね、80分でこれを250問解いていきます。1級に至りましては1000問あります。4倍の1000問を5時間で解くそうです。はい、回答はこちらです。じゃあちょっと問題を見てみましょう。1番の問題は答えはハマグリです。平安時代に貝合わせという遊びがありました。2枚以外の貝を外しまして相手の貝を探すという感じですね。ぴったり合うものを見つける、今でいう神経衰弱みたいな感じですね。この貝がぴったり合う様子がとても縁起がいいということで、本日桃の節句にお吸い物に入れて食べるそうです。そして今度は逆に貝が合わない様子を、ずれているハマグリの様子をグリハマというようになって、そこから転じてグレるという言葉ができたそうです。はい、2番の問題の答えはオバマでした。
こういう風な感じで選択肢で楽しませる問題がいっぱいあって面白いです。3番は厚生労働省ですね。文部科学省と厚生労働省と違うので注意です。はい、4番は世界の大陸の最高峰を並べてみました。この中ではアコンカグアが一番高い山です。ちなみに他の大陸の最高峰はこちらです。はい、5番の世界遺産を守っている国際機関はユネスコですね。この辺りちょっと複雑ですよね。はい、6番の惑星は水星です。他にもジョン・レノンやピカソや松尾芭蕉などのクレーターがあります。7番のボーリングで最も重い球は16ポンドです。このポンドというのは重さを表しています。1ポンドが約 450g です。ポンドの単位ですね。これは LB と表記されます。LB。ポンドだから P とか使いそうですよね。グラムだと G を使いますよね。でもポンドは LB。ちょっと不思議だと思いませんか？この LB というのは実は重さを測る天秤のことを表しています。天秤は英語でリブラと言いまして、リブラの L と B を使って LB と表記しています。はい、ポンドというのは重さの単位です。バターを1ポンド、卵を1ポンド、小麦粉を1ポンド、砂糖を1ポンド入れて混ぜて作ったのがパウンドケーキです。パウンドケーキのパウンドはポンドのことだったんですね。ちなみにフランス語ではカトルカールと言います。カトルは4を表す言葉で、カールは4分の1を表す言葉です。4分の1が4つで1つとなっているというパウンドケーキのことを示しています。はい、8番の問題の答えはフェンシングです。フェンシングもとても専門用語が多いスポーツですね。9番の問題の答えは靴が鳴るです。同様の問題もたくさん出ますね。で、この同様の季節はいつみたいな問題もたくさん見たことがあります。10番の問題の答えは芥見ゲゲ先生です。はい、10問終わりました。お疲れ様です。いかがだったでしょうか？半分以上できた方はすごく知識をお持ちなんじゃないかなと思います。受験中もですね、解いてる時間がすごく楽しい試験だったので、今回の合否にかかわらずまた次回も受験したいなと思っております。その対策としてですね、またこの10ジャンルで僕が問題を作ってみたいなと思っております。それでは。